はい、ミツバチハニーのルミです。今日は冬の間、ミツバチの餌となるキャンディーボードというのを作っていきたいと思います。で、ミツバチなんですけれども、冬の間は、花粉とかお花が咲いていないので、花粉がないので、人間の方でシュガーボードというのを作ることになります。これがキャンディーボードまたはシュガーボードと言われるもので、この中にお砂糖を詰めていきたいと思います。それでは材料の説明をしたいと思います。まず、シュガーボードを作るためのお砂糖ですね。この中には4パウンド入っています。で、4パウンドで、すでにここに、計量した砂糖があるんですけれども、それぞれ3パウンド3パウンドで、合計今10パウンドのお砂糖があります。で、あとゴムベラと、あとスパチュラ、かき混ぜる泡立て器と、あとこれはワックスペーパーになります。で、あと計量に使ったはかりですね。で、大きなこのボールがあるんですけれども、このボールで、お砂糖を混ぜたいと思います。で、できたお砂糖を入れるのがこのシュガーボードという蜂の巣箱の上に乗っけるものですね。になります。で、あとは計量カップですね。これでひとまず作っていきたいと思います。で、まずお水なんですけども、今これ、熱いお湯ですね。お湯が今8オンス入っています。8オンス入れます。で、この中に、お砂糖を少しずつ入れていくんですけれども、8オンスずつぐらい入れて、で、溶かしていきます。で、溶けたら、また、どんどん溶かしていって、この10パウンドの全部のお砂糖を、この少量のお水に混ぜていくことになります。はい、今、もうすぐこれ4パウンド目が終わりになります。袋の、お砂糖を今全部入れました。でもかなり重たくて、あんまり水分ももうなくなっています。もうこれだとかき混ぜられないので、ヘラでかき混ぜた方がいいかもしれないです。はい、ここで、あと8オンスお水加えてもいいので、お水を加えたいと思います。かなり重くなってきたので、普通のヘラだとなかなかかき混ぜられないので、結局この木のヘラにしました。でもこれは少しずつなんですけれども、かなりの量も一気に入れていきたいと思います。で、これをかき混ぜます。結構力仕事になりますね。先ほど材料の部分で言うのを忘れたのですが、レモン汁とお酢が必要です。そしてこの辺でレモン汁大さじ1、お酢も大さじ1加えて混ぜています。お酢を加えることでカビやバクテリアの繁殖を防ぐことができます。で、ここからはちょっと、お砂糖なんですけど、
でも一応手袋をして作業をしたいと思います。でこれがシュガーボードって呼ばれるものなんですけれども、これに先ほどのワックスペーパーを1個切ったものなんですけれども、これを引いていきます。全然大雑把なんですけど、ワックスペーパーを引いて、で、ここの中に先ほど混ぜたこのお砂糖の塊ですね。これを、こっちの方にしましょうかね。こっちの方に詰めていく感じですね。なんかほとんど砂場で、お砂糖の砂場で遊んでるっていう感じかもしれないですね。これを、ぎゅうぎゅう詰めにしてもいいんですけれども、本当はこのワックスペーパーを取りたいので、あんまりぎゅうぎゅう詰めにしないでおきたいと思います。片方ぐらいはいいかな、ぎゅうぎゅう詰めにしても。10パウンドでちょっとどれぐらいの量、この箱がいっぱいになるまで詰めれるのかどうかがちょっとわからないんですけれども、これ本当に初めてやる作業なので、全くわからない状態なんですけれども、わからないなりに、ウェブサイトとか、いろいろ調べたので、見よう見まねでやってみたいと思います。はい。今、この箱の中には2つほど塊を作ったんですけど、まだかなりこの中にお砂糖が余っていたので、こうやって紙皿の方にですね、塊を作っていきたいと思います。で、こうすることによって、もし箱の方がなくなったら、こっちの小さい方の方をどんどんミツバチにあげることができます。ちょっと紙皿がなかったので、いろんな紙皿を今かき集めて作っています。もう一つぐらいできるかな。これが最後の紙皿なので、ここに残りのお砂糖を全部入れたいと思います。これすごい量のお砂糖でした。これが48時間後の様子です。1日経ってもまだ固まっていなかったので2日間待ったんですけれども、思ったより固まっていなかったです。とりあえずワックスペーパーを取り除いて、新聞紙をキャンディーボードの下に敷いて、そして直接お砂糖をキャンディーボードの中に詰めていきました。で、体重を乗せてよく固めながら詰めていきました。
時点でかなりもう水分は抜けていたので、そこから落ちてくることもなく、お砂糖がワイヤーラックの中に収まりました。でこれが巣箱の上に乗せたキャンディーボードの様子です。でキャンディーボードを上げる時の動画も別にアップしますので、ご興味のある方はその時の動画も見てください。以上で今日の動画は終了です。ご視聴ありがとうございました。養蜂やアメリカ生活にご興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。コメントやリクエストもお待ちしています。それでは See you in the next video.